フライトジャケット塾開講です。バズリックソンズ亀谷です。よろしくお願いします。塾長、はい、今回は私、はい、この秋、はい、一番気になってたアイテムの一つなんですよ。はい。なんか松島さんが気に入りそうな感じがします。オーダーしてしまいましたよ。はい、私はこれは予約してる商品なんです実は。はい。でも詳しいことを全然聞けてないまま予約してしまったんで、はい、いい機会ですな。今日はちょっと早速詳しい話を。これについてですね。はい、はい、お願いします。はい。1950年代に米空軍として陸軍航空隊から独立した米空軍がラインクルーマン。ラインクルーマンですか。要は戦闘機を地上にこう降りてきたら誘導する案内する方が着てた着用してたジャケットを開発されたんですね、1950年代前半で。はいはい、なので目立つようにあえて危ないですからね、はい、パイロットがもう認識できるように、もう本当ド派手なオレンジと黒の目立つようなジャケットですね。すごい。いやでもこれはなんていうんですかね、競馬のジョッキーが着るような服のよ、みたいな感じですよね。はい、そのぐらいすごいインパクトの強い。はい、ジャケットのタイプ名は、ラインクルーマンタイプ G1 とメインラベルに書いてあるんですけども、はい、いわゆるその海軍の G1 とはまた異なる。これは空軍の G1 ですね。空軍の G1。はいはい。で、1950年代に採用されたので、使用されているジッパー、これもクラウンジッパーなんですね。ほう、書いてあります。クラウンと、はい、袖のジッパー、シガレットポケもそうなんですけど、シガレットポケットもついてるわけですね。はい、ついてますね。ここですね。はい。でこのアイテムジャケット自体がですね、ナイロンの一枚仕立て、一重なんですね。はいはいはい、中綿の入ってない。でこの下に地上で作業する時のフライトスーツなど何か着てて、もしくは、L2B などのライトゾーンクラスの着た上からこれを着るっていう、なのでもう一枚仕立てなんですね。もう本当に目印みたいな形で着るようなジャケットだったわけですね。そういう意味では。はい。でですね、これナイロン素材なんですが、なんとプリント技法がですね、抜線なんですね。これ染め抜き。なので、こう表から見ても裏から見てもこのオレンジが同じ色に黒を染め抜きしてるんですね。なので裏にもこうかすかにこう黒が本当表と同じような色の濃度で、オーバープリントですと裏側がちょっと白っぽくなってたりとか、全体が抜線なんですね。はい、あとは柄にインパクトあるので、実物なんかもこう柄がセンターで合ってないんですけど、ここですね。はい、こう均等にあえてバズリックソンズであえて着た時にこう均等になるように、そこも計算されての縫製です。すごくそういう意味では生地使いが難しくなる。難しくなりますし、ロスも出ますし。これそうですね、後ろは裾のところには結構太い幅のそうですね、ゴムで、ゴムが内蔵してあって、袖もそうですね。先ほどの L2B ですとか、フライトスーツなどの上から着用するというので割と絞ってないルーズめのゴムのテンションの使用ですね。これを今こうやって、ファッションとしてね、選ぶ人も多いと思うんですけれども、かなりインパクトもありますしね。そうなんですよ。どうやって着こなすのがいいのかっていうのが非常に悩ませるアイテムだと思って、確かに僕はそれにチャレンジしたかったんです。一見するとそう見えがちなんですが、いわゆるそのアメリカンカジュアルの王道と言われる、デニム素材ジーンズ、もしくはチノパンですとか、もしくはそのフィールドパンツ、いわゆる最近軍パンと言われているものがありますが、そういったものとも非常に相性がいいんですね。他のじゃあバズリクソンズの普段着てるパンツなんかに、アイテムなんかに合わせておかしくないっていう全然おかしくないですね。重ね着しても面白いですよね。そうです。僕今日パーカー着てますけど、この上とかに羽織っても全然良さそうですよね。T シャツ単体でもいいですし、 T シャツの上からジャケットのジャケットの上からでもなんか重ね着してもいいですし、
なんか楽しくなりそうですね、はい、それを考えるだけでも。そうですね、一重物なのでね、割と着回しも外に着ても中に着てもちらっと見えるような着こなしもいいかもしれないですね。感じでも、はい、中から着てちょっと丈の長い B9 みたいのを着ても面白いかもしれないですね。もしくはフィールドジャケット、フィールドコート、そうか、はい、グリーンにちらっとオレンジを出すと、はい、アクセントになると思うんですよね。はは、いやこれはですね、はい、私今まで通ってきてなかった道だったんで、うん、やっぱり僕も今のお話聞いてちょっと勇気湧いてきました、はい、チャレンジしてみたいです、いろんな着こなしに。これ当時の逸話として、そのラインクルーマンという先ほど説明しましたけども、はい、誘導する人、はい、いわゆるさっきのその人が着ればいいんですが、はい、当時のこの納品される時に警告メモ用紙みたいなのが入ってて、はい、整備士は着用するなっていう。あ、整備士はダメなんですか？整備士まで来ちゃうと整備士のところに飛行機が向かっちゃうので。おお、そういうことか、はい、ちゃんと必ず誘導する役割の人だけが来なさいっていう注意書きが入ってたんですね。はあ。でないと、まあ、いろんなところにこれを着てたらいろんなところに飛行機が行ってしまうので、そのぐらい目立ったってことですね。それぐらいだから威力のあるジャケットなんですよね。今度こちらは袖のないベストのタイプですけれども。はい、そうなんです。はい、先ほどのジャケット G1 というのは、はい、米空軍で実在したものなんですけども、あれはもう中綿のない一重、はい、でこれはバズ・リクソンズのオリジナルでアレンジした中綿入りのベスト、G1 のジャケットを、はい、あえてこうベストにして、全身派手派手しよりもまだなんかアレンジしやすいかなという発想もありまして、思いもありまして、はいはい、あとは先ほどの一重だったので、中綿を入れて、であとリバーシブルで着用できるように。これリバーシブルなんですか？はい、表の生地は全く同じ生地、同じ生地、バッセンの生地ということですよね。はい、でこれはファスナーが年代に合わせてやはりコーツ&クラークスのリバーシブル、両手に両サイドに引き手がついた、はいはい、これ、ジッパーですね。ありますね。はい。で裏を返すと一色のオリーブ色になってまして、キルティングで中綿を押さえてあります。でこっちもポケットがついてまして、パッチポケットですね。で先ほどのはスラッシュポケット。ほう、ずいぶん細かいところは変えてるんですね。変えてますね。ただ袖を落としただけではないという作りになってますけれども、はい、これまたこう着回すのすごいですね。二度おいしいわけですね。そうなんですね。こっちのまあ派手というか、このインパクトのある柄とかなり落ち着きのあるオリーブですかね、これは、オリーブの柄とで、まあ、オリーブ色を使うことでよりこうなんていうんですかね、もう軍用色というか、ミリタリーっぽい匂いも醸し出してますし、今日松島さんがこうバズ・リクソンズのパーカー着てますけども、これに合わせてもこの、どちらでもどっちもいいですね、気分によって、ちょうどいい、なんていうんですかね、この中綿の厚すぎず薄すぎず、なんかインナーにするのもすごくちょうどいいなという厚さで、本性もありながら、インナーとしても着れそうな感じですね、これ。まあ、パーカーにね、松島さんの今日のいでたちにベストを羽織るとアウター的な感覚でもいけますし、でさらにその上から、上から先ほども言いましたけどフィールドジャケットなんかも着てもちょっとアクセントにこう、その時はフィールドジャケットを着る時はこっち側で白見せっていう感じなんですかね。そうですね、アクセントになりますよね。アクセントになりますもんね。これは便利ですね。これは亀さんが考えちゃったっていうオリジナルの発想でアレンジしたものですよね。ほう、これは便利だな。なのでオリジナルのバズ・リクソンズのこういうラベルですよね、民間ラベルといいますか。そうか、あえてミルスペックラベルではないものを、バズ・リクソンズの、まあ、当時コントラクターだったようなイメージの。なんか今僕の思いつきですけれども、バイク乗る人なんかが、こうライダースの上から羽織って視認性を高めるとか、そういう使い方もできそうですね、これ。
そうですよね。もともとちょっと話それますけど、ライダースの白と黒の切り替えも、あれ視認性を良くするための配色です、ね。認色のツートーンのやつってそうなんですか。はい。はは。だとしたらね、これを、はい、そうですね。越の上から彫ってでもいいわけですよね、極論。はいはいはい。あ、なんかいろいろこれは活用幅がそうですね。めちゃくちゃ広そうですね。はい、実用性なも加味した。加味した。へえ、これは面白いな。このジャケットなんですが、先ほどまでの G1 オレンジ×黒って割と目立つ配色、もちろんラインクルーマンなので目立つっていいんですが、ちょっとモノトーン調に。かっこいいっすねこれ。ウィリアム・ギブソンコレクションモノトーンシリーズの中にこれを落とし込んで、ウィリアム・ギブソンだから、まあ黒のシリーズですからね、言ってみれば。そうなんです。ウィリアム・ギブソンシリーズの解釈だと、黒とグレーになるわけですね。というのがですね、例えばモノクロームの写真で、先ほどのオレンジ黒を撮った場合、白と黒じゃないですよね。オレンジだから多少グレー一緒と言いますか。深い話。だから白かけ黒じゃなくグレーかけ黒で、オレンジのものを白黒写真に撮ったら多分こうだろうなっていう。これ色はまた全然変わりますよね、印象が。オレンジからグレーになって、すごい今度クールな感じの色モノトーンになってるんですけれども、素材なんかは、ナイロン、先ほどと同じ組織ですね。さっきのオレンジと同じ組織に同じ抜線の方法、つまりヴィンテージと同じ、ナイロンとプリント技法。いや、これはまたある意味、こっちの方がおとなしい色になったように見えて、考えたことは大胆ですね。オレンジをグレーに持っていくっていうのはすごい大胆なことを考えましたね。色目がモノトーンになってるだけに、やはりそのコーディネートもモノトーンにするとすごく馴染みよくしっくりきますね。もう他のウィリアム・ギブソンのシリーズって、まあ今ジャケットだけじゃなくて、パンツとか、こう靴とか、いっぱいあるじゃないですか。出てきましたね。そういうのと組み合わせると、うまく収まるよという。そうですね。そういう感じですか。かなりこうシックなイメージになりますね。もう全体をモノトーンで、ただこれ一発入るだけで、真っ黒からちょっとこうインパクト出てきますよね。出てきますね。色はおとなしいけどインパクトありますもんね。ありますよね。先ほどのとオレンジと同じ、50年代をそのままモノトーンに落とし込んだので、ジッパーもクラウン、クラウン使ってますし、ギブソンシリーズなのでミルスペックラベルの下に、ツインラベルでギブソンネーム、これがちゃんと入ってますね。これはね、アウターとしてもそれこそアウターと、だってグレーのパーカーなんかバッチリ色合いますね。そうですね。バッチリ色合いますよ。だしボトムスもとはいえ黒がやっぱり決まるんだろうなと思うんですけど、ブルーデニムなんかにも全然違和感はないですね。逆に中に何着るかでまた表情が変わるというか、印象が変わるものですね。これはですね、もうオレンジとグレーと両方2着買いしてしまう人もいるんじゃないかなという、色違いで大人買いしたくなるアイテムだとは思います。これ今 G1 でグレーも作られてるということなんですけど、さっきベストリバーシブルのベストあったじゃないですか、オレンジの。あっちはこれもあります。この色やってるんですか。グレーのベストもあります。それもリバーシブルで。そうですよね。これベストやんなかったらなんかちょっと残念な気持ちになっちゃう人いるかもしれないの。やっぱりベストも出してるんですね、同じ形で。いやこれはねすごくなんかある意味この辺の今チャレンジングなというかね、精力的な企画、バズ・リクソンズの今すごいなんか僕勢いに乗ってる感じがまさに出てるんじゃないかなと思います。
神谷さん、これバズ・リクソンズって、はい、やっぱり革のイメージ A2 とか G1 のイメージ持ってる方とかも、はい、最近すごく多いだろうなと思ってるんですけども、はい、こういうアイテムしっかり幅を持たせたアイテムが構成されてるっていうのは、はい、やっぱり素晴らしいですね。ありがとうございます。当時、支給されたこのガチないわゆるジャケット、はい、ミリタリーアイテムではあるんですけども、もうファッション性の高いアイテムなので、ぜひお手持ちのワードロープ、アイテムに合わせて着こなしの幅もより楽しくなるでしょうから、楽しんでほしいと思いますね。いろんなものでチャレンジしてもらえますよね、これはね。はい、オレンジにするかグレーにするか、はい、まず第一関門はそこからっていう方多いと思いますけど、はい、そこから楽しんでもらいたいですね。楽しんでもらいたいですね。いろいろ試着してみてください。はい、それでは今日の講義はこの辺で失礼します。ありがとうございました。